これで同じように歪みを出すと、はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト奈良ゆうきさん。奈良です。よろしくお願いします。今回はですね、歪みエフェクター2つ連結した時の音作りについて。なるほど。奈良くんやります？ 2 つつないで。いや、でももちろんやりますね。ですよね。やっぱりいろんなキャラクターをこうね混ぜると、どんな化学反応が起きるのか。そうなんですよ。これテクニックっていうか知識として入れておくとすごく音作りやすくなったりするところがあるので、そのあたりを今日はしっかりお伝えしていければなと思います。早速つないでいこうと思うんですけれども、ディストーションは一旦どけて、スーパーオーバードライブとブルースドライバーをつないでいこうかなと思います。セオリーとしてあるのが、後半にレンジが広いやつがいた方が整いやすいことがある。まあ狙って逆にすることもあるんですけれども、っていうことと、あとは後半に来るエフェクターのキャラクターが最終的には強めに出るっていうのがポイントでありまして、ブルースドライバーの方がハイとかもしっかりジャッと出るので、スーパーオーバードライブからのブルースドライバーでまずつないでみたいなと思います。わかりました。はい、つながりました。じゃあまずは、両方オフで今マーシャルにつないでおります。じゃあ奈良くんのそのテレキャスのサウンドを、いいですね。すごい。いい音。いい音。いい音。じゃあそれぞれの音聞いてみましょうか。まずスーパーオーバードライブ、こっちは中域に寄った感じのサウンドですね。そしてブルースドライバーは比較的もうちょっとワイドレンジに聞こえるかな。ハイとかもジャキッと。おー、やっぱテレキャスには合うな。合いますね。それぞれのね、特徴を生かして両方つないでオンにするってことと思うんですけれども、これを両方オンにすると、また違ったサウンドがいきますね。オン！おー、ゲインアップ。そうですね。やっぱ明らかにゲインはアップしますね。おー、テレキャスって比較的こうジャキッとした音が得意なギターでも2個オンにすることによってこの歪み感がヘビーな感じになりますね。はい。2個つながってるとつまみが倍になっちゃってる。確かに。どれをいじったらどうなるのみたいな。そう、困ると思うんですよね。ただコツがあって知識を覚えておくともうすごい簡単なんです。歪みエフェクターっていうのは例えばこのブルースドライバー、これに入ってくる音量が大きければ大きいほど歪むっていう特徴があるんです。なのでこれがコーナーにいる場合、その手前のオーバードライブのボリュームを上げると、なるほど。そうすれば入ってくる音が大きそう、くなるわけですね。入ってくる音が大きくなると歪むんです。なるほど。手前のレベルってボリュームは音量ももちろん上がるんですけども、歪み量が上がる。ちょっとやってみていいですか。はい。今歪み量が増えたんだけども、音量ってほとんど変わってないんですよね。なのでこう2つをこう両方にした時の音量は後半のこのレベルだとかボリュームを上げることによって上がります。あとはトーンとかゲインとかも両方にあるんですけれども、こっちのトーンで上げた時はこんな感じで上がる、こっちのトーンはこんな感じで上がるっていうそのキャラクターが違うので選択肢が増える。例えばこっちで結構残らせといて、こっちで最終調整するみたいな。ちょっともう一回弾いてもらっていいです？あ、いい感じ。確かにいいですね。上もやっぱ出る。これで基本がまずお伝えできたと思うんですけども、入れ替えてみたらどうなるか。順番をですね。はい。やってみます。入れ替えました。で、つまみはさっきと全く一緒。これでオンにしてみると。どうです？全然またキャラクターが変わりましたね。そう、なんかちょっとあったかい雰囲気になったのはスーパーオーバードライブが後ろに来てるから。なるほど。ここが結構2つつないだ時の面白い。どっちが正解とかはないので、なんかお持ちの、そう。じゃあこれでちょっと奈良くんなんか好きなセッティング。そうですね。じゃあこんな感じで。できた。はい、やってみますね。奈良セッティング。
わ、かっこいい。いい感じですね。いい。これ僕、奈良くんさっき今作ってくださったんですけど、作ってる時さすがだなと思ったのが、片方にしてもすごいいい味出てる。例えばブルースドライバーだけだと、このオフだとちょっとこの、もうちょっとなんか欲しいなってやつが、これで、このちょっとプッシュしてる感じ。はい、こっちはこっちで、あったかくて、で、両方オンにするといけさすが。いや。なので、こう、使い分けできますもんね。これで1個やって、1個やって、増やしてやる。そう。だから3つ美味しい。はい、こういうセッティングが一番なんか重宝するというか、2つ足し算の時が素晴らしいのはもちろんそうなんだけれども、1個1個で鳴らした時も結構いいなっていう音にできると一番ベストだし、それがちょっとどうしても難しい場合は、手前にいるのはサポート役にして、これが OK、それをかっこよくするみたいな、そういう2種類っていう考え方で作ることもあるかなと思うので、いやでもね、3つ使えるのがいいですね。確かに。続きましてはディストーション。出ましたね。ディストーションはこれ単体でも結構、そう DS1 歪むので、セオリーとしてめっちゃ歪むやつは後ろに置いて、歪まないものでそれをプッシュした方がいいので、今回はこういう順番で繋いでみました。まずちょっとディストーション単体の音を聞いてみましょうか。おー、結構爽やか。これをブルースドライバーでプッシュするんですけども、ちなみにブルースドライバーは今ちょっとね、原因はそんなに高くないんだけど、音量を結構上げてます。でこれは何をしてるかっていうと、このディストーションに入力する信号の音量を上げることによって、例えばレスポールみたいなすごい出力が大きいギターかのようなこの厚みを持たせてパスを出すっていう形にしてるので、両方にするとおー、わかります？このなんだろう、ちょっとこのギターの出力っていうか、なんかこの圧がパワーが上がったような感じの音作りができるんですよ。これご覧になった方で多分思われる方いらっしゃるかなと思うのが、パワーって別にこれ単体でもこのディストーション上げれば歪み増えるし、1個でもいけんじゃないと思った方、ちょっとすごい大事なことがあって、これ上げると歪みは上がるんですけど、今みたいな立体感が出ないというか、ちょっと一回やってもらっていいです？歪みはさっきと同じぐらい出てるんだけれども、なんかこう前に出てこないんですよね。そうですね。ちょっと抜ける感じがちょっと弱いというか。そう。それがこのブルースドライバーってこうジャキッとした音をしっかり出してくれる。で、このテレキャストの相性もすごくいいと思って選んだんですけれども、こっちの歪みを戻して、これで同じように歪みを出すと。確かにちょっとジャキッとして、ちょっとやっぱパワーも出て明らかに前に来ますよね。そうなんですよ、これブースター的な感じで、そうだからなんかよくね、歪みの前にブースターを置く、それがいいのかって結構思われてる方も、こういうことができるので、組み合わせてやるといいですと。素晴らしい。じゃあ最後にですね、奈良くん、今日せっかく来てもらってるので、奈良くんの好きなっていうかお気に入りの歪みと僕の歪みを組み合わせて最後いい音作って終わるっていうのどうですか？やりましょう。奈良くん、今日はどれ持ってきてもらいました？今日はですね、みんな大好きレムラムです。なるほどね。あとはこのハルシオンだ。オリジン FX TS 系のチューブスクリーマー系の。悩ましいな。なるほど。じゃあ僕は誰もあんまり使ってないんですけど、最近これ危ないってエフェクターが、これ海外の方が作って日本の名前作られてるから、それは危ないですね。僕昔からすっごいこれ好きで、これね好きすぎて危ないねいっぱいあるの。これ危ないでしょ。これ全く同じものですか？一緒で、これがねそれよりちょっと前の方でしょ。でね、あと危ない2っていうのがその後出たの。ちょっとこれは違うってことですか？本当は2。そうでね、日本だとあんまり手に入らない危ない X とかね
もうこれ好きすぎて集めちゃったなどれにしようかな。僕がメインで使ってたやつね、裏にねデーパー、これじゃあこれにしよう。危ない。結構個体差はあるんですか？ある少しね。奈良くんどっちにする？まあ一旦じゃあよくみんな使ってるであろうやっぱベムラムにしときますかね。いいですね、ベムラムの方がレンジ広くて、こっちね危ない、結構ね、中域に寄った感じのサウンドなので、こうだね。そうですね、順番はい、つながりました、これ今ベムラムのジャンルは、奈良くんがいつも使ってるようなセッティングにしていただいて、こちら危ないも僕が使ってたようなセッティングに、これじゃあそれぞれいきましょう。じゃあまずベムラムいきましょうか。この質感がそうですね、ジャンレイの音だ。いいっすよね。じゃあ続きましては危ない、頑張れよ、大丈夫かな、いけなんかでもパワーコールとかいいっすね。いいっすね。いや、いいでしょ僕好きなんですよ。でもちょっと危なくない感じですね。それみんなにめっちゃ言われる。さて、やってまいりました。ついに同時にオンにする時が。どうなるんだろう。いきますよ。オン。どうなんか印象的には、この危ないの持ってるその太さのちょっとこうところにジャンレイのジャケット感がやっぱ足されたっていう感じがありますね。すげえ。いや、これありかも。中域のこのファットな感じはすごい危ない、すごい主張するな。いや、ありですわ。ギターソロとかでこう単音弾きする時とかに、テレキャスだとやっぱりちょっと細くなりがちな時に押せば、うわー、いいんじゃない？人と同じエフェクター持ってて音かぶっちゃうなとかなんかいう時だとか、自分らしい音を作りたい、なんかそういう探求心みたいなある方、そういう時とかはぜひね、組み合わせての自分のオリジナルエフェクトサウンド作ってもらえるといいんじゃないのかなと。わー、すごい。今回の動画良かったっていう方はぜひ高評価、そしてコメントお待ちしてます。そしてチャンネル登録も超お待ちしてます。よろしくお願いします。そして概要欄に奈良くんの SNS 載ってますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。本日はスペシャルゲスト奈良ゆうきさんでした。ありがとうございました。ではまたの動画で。